初バックのところでしっかり体重移動をちょっとお割りして、フォアのところのそのラリーの中で状況に応じてその前に行くのもこれもありだし、場合によってはこうやって行くのもアプローチでもあるので、それちょっと応用が聞ける聞くように多分できると思うから、行きましょう。 Please subscribe. ちょっと今見てると、はいバックハンドが中心でいいです少しフォアに比べると、はい、エネルギーが少ないんですよね。で、はい、やっぱりこうやって踏み込んでガンって踏み込んでバーンって打つボールと、バックだとそれも後ろからのエネルギーで行きたいんだけども、どうしてもフットワークが横に動いてちょっと詰まり気味なんですよ。はい、でここはやっぱり左足が先に入んなきゃいけないんで、こういう形が欲しいです。フォアも特に後でやりますけど、こういう形が欲しいんですよ、で両手は、両方両手じゃないですか、はい、で片手の我々と何が違うかというとリーチの広さが違うんですよね、僕らはこういうボールをこうやって取るんですけど、取る時もあると思うんですけど、はい、両手はやっぱリーチが狭い、でそこで大事なのはいかにエネルギーを出して主導権を握ってストロークができるかっていうところがポイントなので、はい、ちょっとバックを、はい、少しボール出しのみでちょっと行くんで、はい、クロスコートの方にでボールが飛んできてから動き出すっていうよりも、もう相手が向こうにいる松田さんコーチだから、はい、コーチのスイングを見て自分で動き出してって、変にどこまで戻りましょうっていうよりもコーチと同じように、はい、コーチのことを見ながらもうしっかり後ろから前をね、ちょっと強めに意識してください。はい、ただもうちょっと右側でいいです。ありがとうございます。クロスいきますか。はい、クロスのみでいいです。OK、行きましょう。お願いします。そうよ、戻ることばっかり考えずにしっかり打ちに行く。そう後ろから前、そう、OK、形は上半身の形が非常にいいです、後ろから前、そうエネルギー作れてる時は今ぐらい後ろに入って、おおナイスボール、音はやっぱ変わってきますよね。はい、おおナイスボール、OK、ラスト3球いきましょう。はい、OK よと、はい、この構えてるところの自分の場所っていうのが思いのほか体がまだ柔らかいから、はい、意外と後ろに行きがちになる、なんで、はい、止まっといて準備しました、打ちに行く時に体が前に行けば行こうとこっちが後ろに引っ張られるから、思いのほか遠いところから出てきちゃうから、はい、もう少し動き続けた方がちょっといいと思う、はい、こう待っといていくぞっていうよりも待っとくけどずっと動かし続けて、はい、もっと滑らかに動いてこれ、滑らかに、はい、後ろから前で、そう早く引かなくていいからね、ボールのタイミングに合わせればいい。そう当たる時にはしっかり握っとく、しいよ、握っといて、そうもう少し弱くしていい握りを、はい、そうOK、そうゆったり構えて後ろから前、そうナイス、ゆったり構えて、そうよ、OK、ラスト2球、ナイスショット。OK よ、さあ思い切っていこう、思い切って。OK、ナイス。だいぶ今こう後ろから見てると、クロスコートのサイドアウトとクロスコートの内側に入るセンターのボールが非常に少なくなったと思う、はい、だからもう綺麗にこのどの角度で当たるかっていうのが分かってきてるから、はい、そのタイミング、引くタイミングももちろん早く引くってことは悪くはないけども、早く引いても振り出すタイミング遅れたらコーチの方飛んでっちゃうから、はい、ちゃんと振り出すタイミングを自分で計算して準備した方がいい、はい、OK、じゃあ今度はクロスバックハンドで2本打って、はい、この真ん中気味でいいです。真ん中気味のフォアをどっちかに打ちましょうか、はい、ね、ちょっと試合のイメージをしてちょっと一回 やってみるね、はい、一回ください。バック2本いきます。バック2本、ここクロスクロスで真ん中に来たのをこっちでもいいし
右側でもいいです。それは、はい好きな方に打ってください。はい。行きましょう。試合のイメージしてお願いします。いいよ、そこら辺にいいよ。真ん中まで戻らなくていいよ。 OK。 さあどっちだ雰囲気出して OK。 ナイスショット。それの繰り返し。はい。後ろから前。そう、エネルギー使う。 OK。 よ OK。 タイミング。ラストいこう。ラストワンセット。フォアあれですね、グリップって、はい。右でセットアップしてここでセットアップされたら握るんだね。多分気づいそうです。だから片手で最初セットアップして、うん、ここまで来たら握るんだ。はい。いや全然いいです。それはねもちろん成長とともに自分で判断するべきだと思うし、まだ今の段階では。だからね、女プロがさっきフォアのところで多分お伝えしたと思うけど、もちろん自分が前に右足から左足に乗っていい形で打てるときはそれでいいと思う。でもそれができないときって試合であるよね。どんなときある？自分の球が浅くなって相手が打たれたときにフォアにちょっと動かされたときにね、こう入るわけにいかないよね。さすがに。もちろんこっちで入って多分今はスライスで逃げることもできるけど、場合によってはオープン気味にちょっと入ってったり、この今のボールも構えた時も浅かったらこっち出してもいいけど、それほど浅くなかったらちょっとこうスクエアっぽく入ってどっちでも打てますよっていうので自分の判断でいくっていうステップも大事だから、だから今度はバックを2本打ったらちょっとフォア気味にこっちに動かしてもらって、もし足を出して打てるようなボールだったら出せばいいし、出せないんだったら自分で判断してください。2球1球でちょっと連続でいきましょう。お願いします。そう、試合っぽくね、試合っぽく。ナイスショット。ナイスショット。足元ぐらいに。今のも気をつけてね。はい。すみません。大丈夫。OK。ラスト。いいよ。ちょっと呼吸整えて。今度バック1本クロス打ったら、真ん中気味のやつをフォアで相手のフォア側に打つ。そしたらクロスのボールが来たと思ってここに動いていったボールをストレートに打ちましょうか。イメージ、バックのクロス、フォアで回り込んで相手のフォアクロスに来たボールを慌てずストレート、でそこの時にどういうステップを選択するかっていうのをちょっと考えてください。いきましょう。で真ん中気味のやつを、そうナイスショット。で向こう側に打ってください。3球目フォア少し動かしていいです。もう一回バック回り込んで OK。 そうよ。はい行こう。OK。もし難しかったら最後クロスでもいいです。OK。自分で判断してね。
ガードする。OK。OK。ラストいきましょう。はい。OK。OK。ナイスショット。Subscribe, subscribe, 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 subscribe. 自分が主導権握れてる時はどんどんね前にしっかり乗せるっていうのは全然いいと思うし、浅いボールであってもちょっとオープン気味に入るっていうのもいいし、やっぱそのボールによったり場面によって足の出し方、もしくは足の出し方イコールこの、相手に見せ方っていうのかな、どっちみち両手で打つから肩を変に入れようって思う必要は僕は逆にないと思う、はい、変に入れようと思えば思うほど両手の人はラケットが背中の方に行っちゃうから、ラケットが出てくるのが窮屈になって、フォア走らされた時に、多分サイドアウトしてしまうっていうことが多くなる可能性あるから、あんまりラケットを引くとか、背中に引くとかひねろうって思わずに、うまくこのラケットが出ることを考えてフォアもバックもちょっとやってほしいなと。前に行くときは左足がこうやって出るんですけど、右足がこうやって下がるとこっちがやっぱりいっちゃう、そうだね、ちょっと後ろ目にね体重、まあでもそれもね多分やっていく中でこれからどんどんステージがもっと上になったり、相手のボールが速くなったり重くなったりすると、それを対処することも覚えてくると思うから、変に気にしすぎないけども頭にはもう入れといていいと思う、そういう相手に当たったらこういうステップした方がいいなっていうのはもう自由自在にできるようになっといた方がいいと思うので、ストロークはそのつもりでいきましょう。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!